ずんだもんなのだ。今日はフィンランドのニュースを3件まとめてお届けするのだ。ところで豆知識なのだ。フィンランドって英語やスウェーデン語の呼び名で、現地のフィンランド語だと国の名前はスオミっていうのだ。全然違う名前で面白いのだ。それじゃあ一押し3つ目のニュースなのだ。雪と玄関がフィンランド全土の交通を混乱させるなのだ。南部と中部は吹雪で視界が悪くて路面凍結も深刻。北部ラップランドはマイナス20から30度。場所によってはマイナス40度近い寒さの見込みなのだ。移動する人は安全第一で行くのだ。フィンランドは北欧に位置し、首都はヘルシンキなのだ。かつてスウェーデンやロシア支配を経て1917年に独立し、議会制共和制なのだ。人口は約550万人で森と湖が豊富なのだ。主要産業は林業や電気、IT、ゲームで、サウナや教育文化が有名なのだ。近年は再生可能エネルギーやサイバー安全、国防やスタートアップの動きが注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。英仏、シリアでイズの武器庫を空爆という記事なのだ。2026年1月4日、イギリスとフランスがシリア中部パルミラ北の山岳地帯にあるイスラム国の地下兵器施設を共同空爆したのだ。英国防省によると、英空軍対空戦闘機と仏軍機が参加し、テイブ A4 誘導爆弾で複数のトンネル入り口を破壊したのだ。周辺は無人地帯と確認され、民間人はいなかったのだ。戦機無事帰還し、初期評価では目標破壊に成功したとされるのだ。2019年のイズ領土支配崩壊後も、英仏など有志連合は、シリアで再興を狙うイズの拠点や補給網を叩く作戦を続けているのだ。二つ目のニュースなのだ。トランプ氏、マドゥロ拘束後に米国がベネズエラを統治すると発言という記事なのだ。2026年1月、アメリカのトランプ大統領が軍事作戦オペレーションアブソリュートリゾルブでベネズエラのマドゥロ大統領夫妻をカラカスで拘束し、ニューヨークの連邦施設に収容したのだ。空爆には150機が参加し、首都周辺で少なくとも40人が死亡したと報じられているのだ。トランプ氏は、アメリカが移行政権としてベネズエラを運営し、油田インフラを復旧させて米企業も利益を得ると宣言したのだ。ロシアや中国、ブラジルなどは国際法違反と非難し、国内外の政治家や人権団体も帝国主義的介入だとして強く批判しているのだ。国連安保理は緊急会合を開く予定なのだ。3つ目のニュースなのだ。雪と玄関がフィンランド全土の交通を混乱させるという記事なのだ。2026年1月初め、フィンランド全土で厳しい冬の天気が広がり、交通に大きな影響が出ているのだ。南部と中部では雪と吹雪で視界が悪化し、ウシマーやピルカンマーなどで危険な走行条件の警報が出ているのだ。交差点やランプの路面凍結も深刻なのだ。北部ラップランドではマイナス20、30度の厳しい冷え込みで、キルピスヤルビではマイナス 39.9 度が観測されたのだ。今後数週間は全国的に平年より寒く、ラップランドでは日中もマイナス20、30度、場所によってはマイナス40度近くまで下がる見込みなのだ。雪は弱まり視界は少し改善するが、寒波自体はヨーロッパ広域で続くと予想されているのだ。ずんだもん、世界の緊張や厳冬に気をつけながら、フィンランドの強さとぬくもりを忘れないでほしいなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世
界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。